はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん家で焼肉したり、外でバーベキューするときはどんな道具を使っていますか？ガス派、炭火派、網派、鉄板派、いろいろこだわりがあると思います。今回は自分が普段から愛用する鉄板を紹介します。それでは早速やっていきましょう。今回紹介するのはこちらの鉄板です。この形は特徴的なので何の鉄板かわかる人も多いですよね。そうです。ジンギスカン用の鉄板です。普段から使用しているのでちょっと使用感があってすいません。前に北海道に行ってジンギスカン食べた時にどうしてもこの鉄板が欲しくなって探して買いました。ジンギスカン鍋といっても何種類かあって、これは溝があって穴が開いたタイプのものです。IH には非対応でガスと炭火は使えます。穴が開いているためガスコンロの場合は汚れるので七輪などで炭火を使う場合に適しています。あえて今回はこのジンギスカン鍋で羊肉以外を焼いています。それでは早速焼いてみましょう。いただきます。今回は青森県の三戸町の三ノ輪さんと弘前市にあるブルワリー BEG ブルーイングさんが作ったクラフトビールの三ノバイゼンを飲んでいます。いただき物なんですけど、このラベルのデザインが面白くて可愛いですよね。三戸町の川中島白桃を使用したバイゼンスタイルのフルーツビールです。瓶を開けた瞬間、桃のとても甘いいい香りがします。口に入れると苦味は少なく甘い桃が口いっぱいに広がります。これはビールが苦手な方や女性にもおすすめのビールです。最近日本でもフルーツビールが増えているので今後もチェックしていきます。ではまずは豚バラから焼いてみます。やっぱりジンギスカン鍋の特徴といえばこの鉄板にある溝と傾斜ですよね。この溝と傾斜があることでお肉の余分な油が下に落ちてくれます。このおかげで肉が油でギトギトにならずさっぱりと食べることができます。さらにこの自分が持っているタイプのジンギスカン鍋は鉄板に穴が開いているタイプです。七輪で炭火で焼くとしっかりと炭火の煙の香りも楽しむことができます。焼けたので食べてみます。余分な油が落ちることで食べやすく直接火が当たりづらいので網に比べると焦げづらいのもいいですね。どうしても網で焼くと火が上がりやすい豚バラも綺麗に焼くことができました。次は鶏ももとじゃがいも、しいたけ、あと座布団も焼いてみましょう。ジンギスカン鍋のもう一ついいところはこの傾斜と溝があることで下に肉の油が溜まってそこで野菜を焼けることです。この肉の油でしんなりと焼いた野菜がまた格別です。まずは座布団から食べてみましょう。上の方は高温なのでこういった薄切りのお肉とかはさっと焼いてあげるのも身が硬くならずいいですね。鶏もものような肉厚な部位は上で焼くと表面だけ焦げて中まで火が通らないこともあるので適度に様子を見ながら中間くらいで焼きます。冷蔵庫にキャベツがあったのでカットして持ってきました。せっかくなのでこの機会にたっぷり野菜を補給しておきます。こう見えて実は結構野菜好きなんですよね。椎茸もしっとりとしていて旨味があって美味しいです。網で焼くと焦げてパサパサにしちゃうこと多いのでこの野菜の逃げ場があるのいいですね。穴がないタイプのジンギスカン鍋の方がより油や肉汁が溜まりやすいです。ちなみに穴なしはタレで揉み込んだお肉に適しています。焼くお肉によって味わいも変わるのでジンギスカンだけにこの鍋を使うのはもったいないです。それでは次はステーキ用のロース肉を焼いてみましょう。鉄板も温まっているので結構早く焼き上がりそうです。焼いている間も溝、旨味のスープがどんどん下に流れています。鶏ももも時間をかけてゆっくり焼いてあげたことで中までふっくらジューシーに焼き上がっています。外カリ中ジュワです。何よりこの焼いている音がいいですね。この音でご飯3杯はいけそうです。ステーキも焼き上がったので食べてみましょう。フライパンとかでステーキを焼くとどうしても油っぽくなりやすいですがそのギトギトの油っぽさはありません。撮影の関係で時間経って中まで火が入りすぎましたが個人的にはもう少しレアめが良かったです。横の部分で焼いてあげても良かったかもしれません。結構山頂部分は高温になりますね。ジンギスカンといえば北海道のイメージですが他にも岩手県遠野市や長野県の一部地域などでも頻繁に食べられています。最後はホルモンを焼いています。今回はボイルした豚の腸ですが生の牛のてっちゃんとかコプちゃんをこのジンギスカン鍋で焼いてあげるのも美味しいです。他にも深めのジンギスカン鍋だと締めで焼きうどんとかもできるのでおすすめです。もし気になる方はぜひ調べてみてください。ホルモンはこの山頂部分でカリッと焼き上げるのがいいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ジンギスカン鍋焼肉いかがでしたか？道具一つ
つでいつもの焼肉が変わるので、いろいろ試してみるのも面白いです。しっかりと手入れすれば長く使えるので、一つあってもとても便利です。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。